2025年6月、アメリカ、テキサス州の心臓病専門病院で、一人の男性が突然倒れた。心肺停止。医師たちが駆けつけた時、彼の心臓はすでに動いていなかった。モニターに映し出されたのは、完全に平坦な線、脳波はゼロ、呼吸もない。その状態が19分間続いた。蘇生処置を施した医師たちの間にも、重苦しい沈黙が漂い始めていた。誰もが、もう間に合わないと感じていた。しかし19分後、奇跡は起きた。モニターが再び波打ち、男性は目を開けた。そして彼が最初に口にしたのは、病院の名前でも、家族の名前でもなかった。あの数字を書き留めてくれ。震える手で渡されたノートに、ある3桁の数字が書かれた。それを見た瞬間、男性は声を上げて泣き崩れた。その数字の意味を、医師には説明できなかった。神経科学者にも、説明できなかった。なぜなら、脳波がゼロの状態で、人間の脳に新しい記憶が刻まれることは、理論上ありえないからだ。男性の妻は、6ヶ月前に癌で亡くなっていた。最後の別れを交わした日から、彼はずっと一人で生きていた。そしてあの19分間、彼は妻に会っていた。なぜ彼は、死の淵でその数字を受け取ったのか。そしてそもそも、なぜ彼は心肺停止で倒れることになったのか。その答えは、事故が起きる前の日々にある。2026年、テキサス州ダラス。一人の男性が、病院のベッドの上で目を覚ました。名前はジェームズ・ハン。当時54歳、韓国系アメリカ人の彼は、地元の建設会社で30年以上働いた。どこにでもいる普通の男だった。しかし、その日から半年前、彼の人生は、静かに、そして完全に壊れていた。妻のスヨンが、膵臓癌で亡くなったのだ。二人は27年間、共に生きてきた。子供はいなかった。だからこそ、二人の間には、言葉では語り尽くせないほどの絆があった。スヨンが言った夜、ジェームズは病室で一人、彼女の手を握り続けた。誰にも連絡しなかった。ただ、そこにいた。それ以来、彼は変わった。食事をほとんど取らなくなった。眠れない夜が続いた。職場にも、ほとんど顔を出さなくなっていた。同僚たちは心配した。しかし、ジェームズは笑って言った。大丈夫だ。ただ、疲れているだけだ。だが、大丈夫ではなかった。2026年3月のある朝、ジェームズは自宅のキッチンで、突然胸を押さえて倒れた。心肺停止。発見したのは、週に一度様子を見に来ていた近所の友人だった。救急車が到着するまでの時間、心臓は止まったままだった。搬送先は、ダラス心臓病センター。医療チームは懸命に蘇生を試みた。そして、19分後、奇跡的に、心拍が戻った。しかし、意識が戻った瞬間、ジェームズはあることを口にした。それは、医療スタッフの誰もが予想していない言葉だった。彼の意識は、あの19分間、どこにいたのか。意識が戻った瞬間、ジェームズの目は虚空を見つめていた。集中治療室の天井を眺めながら、彼はゆっくりと口を開いた。その言葉は、日本語でも英語でもなかった。医療スタッフの誰もが、聞き覚えのない響きだった。ジェームズがつぶやいたのは、亡き妻の名前だった。そして続けて、こう言った。彼女に、会っていた。担当医は、その言葉を記録に残した。しかし、医学的な説明はできなかった。心停止から19分間、脳波はゼロを示し続けていた。血流は止まり、神経活動は完全に停止していた。医療チームの目には、ジェームズはただ死の縁にいるだけだった。しかし、ジェームズ自身の意識は、別の場所にあったといい、彼が後に語った証言は、こうだ。気づいた時、自分は病院の廊下に立っていた。しかし、それは現実の廊下ではなかった。光の質が、違っていた。音がなかった。空気の重さが、なかった。まるで、世界そのものが薄くなったような感覚だったと、彼は言う。そして、廊下の奥に、人影が見えた。輪郭は柔らかく、光の中に溶け込むようだった。ジェームズの足は、自然とその方向へ動いた。止めようとは、思わなかった。恐怖も、なかった。ただ、一つの確信だけがあった。あの人影が、妻だということを、意識の外側で、医療チームは蘇生を続けていた。しかし意識の内側で、ジェームズはすでに別の場所へと向かっていた。そこには、
トンネルがあった。そして、その先に、光があった。トンネルは、最初から見えていたわけではなかった。気がつけば、そこにいた。足元には何もない。地面も、壁も、天井も、あるのはただ、深く続く暗闇と、遠くに灯る一点の光だけだった。ジェームズは歩いていた。走ることも、立ち止まることも、しなかった。ただ、歩いていた。その光は、近づくにつれて形を変えた。白でも、木でもない。言葉では表せない色だった。暖かく、柔らかく、しかし確かに存在していた。そして、その光の中に、人影があった。輪郭はにじみ、境界線はなかった。それでも、ジェームズには分かった。魂が、知っていた。リサだ。声には出さなかった。出す必要が、なかった。思った瞬間、すでに伝わっていた。人影はゆっくりとこちらを向いた。顔が、見えた。間違いなかった。6ヶ月前、病院のベッドで最後に手を握ったあの人だった。白い光の中で、妻は微笑んでいた。苦しみは、どこにもなかった。病の痕跡も、なかった。ジェームズが知っていた妻の顔ではなく、それよりもずっと前の、出会った頃の顔だった。涙が出た。泣いているはずなのに、悲しくなかった。胸の奥から、何かが溢れ出してくるような感覚だった。妻は口を開いた。声は、聞こえなかった。それでも意味は、確かに届いた。愛していた。という言葉だったのか、ありがとう。という言葉だったのか、それとも、全く別の何かだったのか。ジェームズは後に、こう語っている。言葉ではなかった。でも、受け取った。それだけは、確かだ。そして、妻は何かをジェームズの手に握らせた。ぬくもりがあった。形があった。数字だった。3桁の数字。それが何を意味するのか、その瞬間はまだわからなかった。しかし確かに、意識の奥深くに刻み込まれた。光は、次第に強くなっていった。視界が白く染まっていく。妻の姿が、溶けていく。ジェームズは手を伸ばした。触れようとした。しかしその手が届く前に、教会が訪れた。教会は、音のない場所にあった。光でも闇でもない。ただ、静寂だけがあった。ジェームズは立っていた。どこでもない場所に、時間が止まっているような、あるいは存在していないような、そんな感覚の中に、妻のぬくもりは、まだ手に残っていた。確かに、そこにあった、3桁の数字。指の中に、意識の中に、深く深く刻まれた何かが、そして気づいた。ここが、教会なのだと、戻るか、それとも、止まるか、選択の瞬間が、静かに迫っていた。せかされるわけではなかった。追い立てられるわけでもなかった。ただ、問いだけが、空気のように満ちていた。引力があった。妻のいる方へと、引き寄せられる感覚が、柔らかく、優しく、抗いがたいほどに、しかしその瞬間、別の声が聞こえた。声ではなかったかもしれない。感覚だったかもしれない。それは、子供たちの気配だった。現実に残された者たちの、確かな重さだった。ジェームズは目を閉じた。教会の上で、ただ静かに立っていた。妻は何も言わなかった。ただ、微笑んでいた。その微笑みが、答えだった。行きなさい。と、まだ、あなたの場所はそこだから。と、光が強くなった。白く、眩しく、意識が、現実へと引き戻されていく。その瞬間、ジェームズは全てを理解した。数字の意味を、妻が最後に残したものを、そして病院の天井が見えた瞬間、涙が溢れた。しかしそれはまだ、物語の始まりに過ぎなかった。現実に戻ったジェームズの目の前に、かつて妻が手書きで残したあるノートが存在していた。その最後のページには、ある数字が記されていた。光が、満ちていた。眩しいほどの、白い光、意識が、ゆっくりと現実へ引き戻されていく。その一瞬の間に、ジェームズの脳裏に無数の記憶が溢れ出した。妻と初めて出会った秋の公園。ぎこちなく手をつないだ。あの夜道、結婚式の朝。緊張で震える彼の手を、彼女が静かに包んでくれたこと。病院のベッドで、痛みに耐えながらも微笑んでいた妻の顔。それらの記憶が、まるでフィルムを早送りするように、次々と目の前を流れていった。どれも色あせることなく、どれも、温かかった。人はなぜ生きるのか、その問いに、ジェームズはずっと答えを持てずにいた。妻を失ってからの6ヶ月間、
彼の日々はただ時間が過ぎるだけだった。朝が来ても、夜が来ても、何かが欠けたままだった。しかしあの場所で、光の中で妻と再び向き合った時、彼は初めて分かった気がした。生きることの意味は、失われたものへの愛の中にある。悲しみは終わりではない。続きを生きよ、と妻は伝えていた。言葉ではなく、その眼差しで、その笑顔で、そして、あの3桁の数字で、病院の天井が視界に戻った時、ジェームズの方を涙が伝った。それは悲しみの涙ではなかった。確かに繋がっていたという、証明の涙だった。医師たちが駆け寄り、モニターが音を立てた。しかしジェームズの意識は、まだあの光の残像の中にあった。妻の声が、耳の奥で静かに響いていた。その声に導かれるように、彼はゆっくりと目を開けた。そしてベッドの傍らに、一冊のノートが置かれているのを見た。見覚えのある、妻の筆跡。次のページを、めくる勇気が、今芽生えていた。モニターが、激しく音を立てた。フラットだった波形が、突然、跳ね上がった。戻ってきた。医師の一人が叫んだ。病室に緊張が走り、看護師たちが一斉に駆け寄った。19分。それだけの時間。ジェームズの心臓は止まっていた。医学的には、意識が戻る可能性はほぼゼロだった。にもかかわらず、彼は戻ってきた。ゆっくりと。しかし確かに、担当医のレイノルズ博士は、後にこう語っている。あの瞬間、私は医師として20年のキャリアで初めて、言葉を失いました。ジェームズの瞳が開いた。焦点が合うまで、数秒かかった。天井の白い光が、視界に広がった。妻の声は、まだ耳の奥に残っていた。温かく、穏やかで、確かな声が、彼は震える唇を、ゆっくりと動かした。3つの数字。それが、最初に口から出た言葉だった。看護師たちは顔を見合わせた。誰も意味がわからなかった。しかしジェームズには、わかっていた。妻が、光の中で伝えた。あの数字が、頭の中に、焼き付くように残っていた。ベッドの傍らには、一冊のノートが置かれていた。妻の筆跡で書かれた。韓国語の走り書き。それは妻が、余命を告げられた日に書き残したものだった。ジェームズは震える手で、そのノートを引き寄せた。ページをめくるたびに、涙が頬を伝った。そして最後のページに、目が止まった。そこには、3桁の数字が書かれていた。妻の手で、丁寧に、愛おしそうに、ジェームズは声を上げて、泣き崩れた。医師たちは止めなかった。その涙が、何よりも雄弁に、彼が戻ってきた理由を語っていたから、あの数字の意味を知ったとき、彼の人生は静かに、しかし決定的に変わり始めた。あの数字を知った日から、ジェームズは変わった。劇的にではない。静かに、しかし確かに、まるで、長い嵐の後に風が止んだように、まず変わったのは、朝の過ごし方だった。以前の彼は、目覚めるたびに妻のいない現実に打ちのめされていた。しかし今は違う。目を開けた瞬間、あの場所の光を思い出す。妻の声を思い出す。そして静かに、深く、息を吸う。それだけで、一日を始めることができた。息子のエリックも、父親の変化に気づいた。以前の父は、食卓でほとんど言葉を発しなかった。母の椅子を見るたびに、目をそらしていた。しかし今は、その椅子を見てもうつむかない。ある夜、エリックが尋ねた。お父さん、向こうでお母さんに会えた？ジェームズは少しの間、黙っていた。そして静かに答えた。会えた。お母さんは笑っていた。お前のことを、誰より心配していたよ。エリックの目から、涙がこぼれた。父と息子は、その夜初めて、母の話を泣きながら笑って語り合った。病院のスタッフも変化を口にした。臨死体験の後、ジェームズは定期検診のたびに担当看護師に声をかけるようになった。あなたは今日、疲れているように見える。大丈夫ですか？その一言に、何人もの看護師が涙をこらえた。かつて言葉少なだった男が、人の痛みに気づく人間になっていた。神経科学者たちは、この変化をどう説明するのか。脳波ゼロの状態で刻まれた記憶、そして、死の淵から帰った後に芽生えた、深い共感能力。科学は今、この問いの前で静かに立ち止まっている。科学と冷静、この体験を、どう捉えればいいのか。脳波がゼロを示した状態で、新たな記憶が刻まれた。神経科学の常識では、ありえないことだ。記憶とは、
ニューロンが活動することで生まれる。電気信号が走り、シナプスがつながり、初めて情報は保存される。しかし彼の脳は、その19分間、完全に沈黙していた。医療機器はそれを明確に記録している。なのに彼は、目覚めた瞬間から、3桁の数字を覚えていた。科学はこの矛盾に、まだ答えを持っていない。一方で、霊性の側からはこう語られる。意識は、脳という器に宿るものではない。脳が止まっても、意識そのものは続く。だからこそ、肉体を離れた場所での体験が、記憶として戻ってくる。これは宗教的な話ではない。量子力学の世界でも、観測と意識の関係は未解明のままだ。物質と意識の境界線は、思われているほど明確ではない。科学者たちの中にも、臨死体験を単なる幻覚と切り捨てられないものが増えている。なぜなら、彼のような証言があまりにも多く、そしてあまりにも具体的だからだ。亡き妻が残した数字。それは検証可能な現実として、そこに存在した。科学でも霊性でも、どちら一方だけでは説明できない。この体験は、両者の境界に静かに立っている。そして彼自身は、こう言った。どちらが正しいかより、あの瞬間に妻に会えたことが、全てだった。その言葉の重さは、いかなる理論よりも深い。次に明かされるのは、彼が病院を退院した日、小さな封筒の中に、もう一つのメッセージが待っていた。退院の日、彼は小さな封筒を受け取った。看護師が言った。奥様が入院される前に、預けていったものです。封筒の中には、一枚の便箋があった。そこには、たった一言だけ書かれていた。あなたが目を覚ましたとき、私はそこにいます。日付は、彼が心肺停止で倒れるよりも、半年前のものだった。妻は知っていたのだろうか、それとも、愛とはそういうものなのだろうか。彼はその紙を胸に当て、声を出さずに泣いた。科学は、脳波ゼロの状態で記憶が生まれた理由を説明できない。でも彼は言う。説明できなくていい。ただ、あの場所で彼女の声を聞いた。それだけが、今の私を生かしている。愛する人との別れは、終わりではないのかもしれない。形を変えて、言葉を変えて、それでも届こうとする何かが、この世界には存在するのかもしれない。あなたには、そう感じた瞬間がありますか？